ありがとうございます。結構行列が常にある感じなんです。そうね、今日は多分早い人だったら多分今1時間前にはもう早い人だったらもっと早い人もおるけど、スタッフが来る前にもう並んでたり。映画さん何してんねんお前。一生懸命化粧してますわ。黒毛和牛のコラーゲンスープ。牛すじと牛骨をベースに取ったスープで作ってます。はい。今年5年目。僕実は和食の人間なんですよ。で、もともとがというか、まあ今もそのつもりなんで。最初はこの店も夜のコースメインで魚の方が扱ってる量は圧倒的に多かったんですけど、まあコロナの時ちょっと肉業態が強かったんで、まあ肉をメインで黒毛和牛の専門店でやろうかなと。コロナ禍中ということもあって夜の営業ができないとかアルコール提供禁止っていうので、まあ、ランチタイムをしなきゃいけないなっていうので、まあ、ハンバーグ始めた、まあ、ハンバーグの方がちょっとこうバズったというかでもちょっと両方するのがちょっと大変になってきて、一旦去年の10月でコースの予約が打ち切って、もうハンバーグ1本で今やっていた。一番人気があるのは、まあ、ハンバーグの上にローストビーフが乗った、ハンバーグセットか、まあ、その3種も人気なんで、あとオムバーグっていうかオムライスの上にハンバーグが乗ったメニューも人気。小川さん自身はハンバーグはそんな好きやったわけでもない、まあ、別に嫌いでもないし好きでもないとかでも別にこんなに突き詰めようと思ってたわけではない。では全然まさか自分がハンバーグするとは思ってもいなかったし、だからみんな
僕が知ってる人間はなんでハンバーグなんて言います。僕もゴリゴリのほんまにゴリゴリの和食なんで、同じ、まあ、ミンチに調味料やなんやパン粉や卵や入れて練ったらできるわと思ってたんですけど、そういうわけでもなくて、もう全然その工程一つでもう全く仕上がりが本当に変わってくるんで、ここら辺が難しいですね。牛の個体によってもやっぱりちょっと肉質ちょっと違ったりとかするんで、まあ、それに合わせてちょっと塗り方変えたりとか、すごいめちゃめちゃ繊細やなと思うハンバーグ。最近はちょっとまあだいぶ掴んできたかなとは思うけど、まだまだです。もうやみそうになるけど今でもですか？今でも。前職からの知り合いで、それがきっかけです。小田さん動きがめちゃめちゃ速いですよね。営業始まったらもっとこれまだそんなに何も速くない方。本当ですか？通常運転で。通常運転今日は何作るんですか？何作ろう。まだ飯炊きババアですよ。文句言わんと食べてくれてます。美味しい言うとる。誰も言わん。誰一人言わん。こんなやつ。いつも言うてるやん、全員。どうもエリカさん、ありがとうございました。どうことも言われたことないですけどね。も美味しかったです。いつもありがとうございます。これはもう事前に卵とかパン粉とか調味料スパイスを混ぜ合わせたやつを準備して。ほとんど変わってないレシピ自体は。ただまあその練り方やその冷やし込みの仕方とかミンチの引き方とかいろいろそんなんで全然変わってくるので、なんかお肉をもっとグッグってやってるイメージなんですけど、あんまりギュ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 やってないんですよね。そうですね、ここが一番神経使うの本当に適当にやってるように見えて結構ね違うんですね。練りすぎてもあかんし、練りが足らなすぎても足らずでもあかんし、練りすぎが一番あかんから。練りすぎたらこう焼いてる時にギュッてなってこうちょっと硬くふんわり上がらないというかジューシーにやらなすぎると今度反対に決着ようにね肉汁が漏れやすくなったりとかそうなっちゃうかなと。ハンバーグは科学なんで科学的要素が強い。
こだわりの塊みたいな人です。結構突き詰めるタイプっていう感じですそうですね。か？和気あいあいとやられてますね。もうね、そうせなやってられないでしょ。毎日忙しいから。みんなそんな感じですよ。うちのスタッフも全員冗談言いながらやるのやってられへん。笑いの絶えない職場です。息抜きの仕方って何かありますか？帰ってからまあテレビ録画見ながら、まあ、飯を爆食いすること山ほど食うから猫が好きなんでお家に猫ちゃんいるんですか？そうそうそう、猫とかまあ娘とかの寝顔とかもう寝顔でもう24歳なんですけど結構じゃあ遅くに帰られることが多くなっちゃうんですか？はい、もう11時半とかさ、そう来るのまあまあ大体1時2時1時はないかな、もうちょいですよ。朝のうちをまあ大体5時半とかまあ、6時前、睡眠時間短いですね。全然寝てないけど全然もう苦じゃないけど、休みの日の結局それぐらいしか出れないけど、休みの日はお風呂好きなんでスーパー銭湯行ったりとか、まあ、サウナ好きなんでサウナとか頑張りって一日中寝てたりとかします。ここら辺っていうのが丹元っていう一番柔らかい部分、丹元から丹中でちょっと丹先になっている、ここが丹下駄っていうところ、丹下の部分は、まあ言ったらちょっと硬いというか、あ、そうなんですうん、ね。そう筋っぽいみたいな感じ。いや全然うまみがつくていいんやけど、うんただやっぱりもうええところだけ使いたいんで、タンシチューはだからこっちはもうビーフシチューに回せて、なるほど。そうそう、前々日に血抜きっていうか、まあ掃除して血抜き作業して、前日に丸一日炊いて、で次の日にまあデミグラスを合わせて炊く、煮方炊く。抱きつけてるみたいですね。これで食決めてるんです。不満があるんでね。やってる時一番輝いてる時。はい。今邪魔やろお前。今邪魔って俺のこと言うたからなあ。5万円。早い早い
手に並べる。あ、いい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 次だと思って。いいいつもね遅れるんでお客さん来てからあそこ頼みますいう。今日は初めてですか？はい。何か楽しみにしてたメニューとかある？これにしようって決め。チーズ？同じ。同じ？二人ともじゃあチーズ食べるんだ。すぐ増えるだよね。俺はしまちゃんに言うてないの。関節に切り抜いて。関節は関係ない。おばちゃん。僕が多分一番最初に僕が一番厚の方が。わかります。名前書いて匂いでわかります。フローラル。これは、A セットっていうローストビーフの上に乗ってるんですけど、それのローストビーフです。オープンする時とかはスイッチが入れ替わったりしますか？そうですね。いい香り。いつも大体これぐらいの時間帯にちょっとひげ剃ったりとかこう頭ちょっとセットしたりとかしてでそっからちょっとスイッチ入れていくんで。ここのハンバーグは食べたことありますか？はい、どうですか？めちゃくちゃ美味しかったです。オムバーグ食べました。おすすめです。ライス大盛りで。今日だけ。
お店のハンバーグ食べたことありますか？何回ももう何十回も食べてます。一番好きなのなんですか？一番好きなのオムバーグ、ぜひ食べてみてください。おすすめというか一番好きなのどれですか？ローストビーフです。やっぱり一番人気で美味しいです。おすすめはやっぱりオムバーグのトッピングローストビーフが僕オムバーグにローストビーフをそうです。はい。豪華。すいません、少しハイですがオープンさせていただきますね。順番にご案内します。いらっしゃいませ。チーズだけ。出てきた。チーズ超美味しい。あっ。美味しいです。今まで食べてきた中で一番美味しかったかも。めちゃくちゃうまい。美味しいですか？美味しい。
れでまた島の落とすの。一番最初に並んでた。うん。ああ。今まで食べた中で一番美味しかったね。結構ね、子供に人気あると思うね。本当まだ、でも離乳食食べてるような子でもなんか、そうそうそう、食べたりとかして、そう大丈夫かなと思って。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、ただ事前にオーダー聞いたハンバーグを焼いてくれますので、会計は結構早いかなとは思います。ハンバーグで上に乗ってるローストビーフ一応横になったら割っていただきます。これ収録。はい、お待たせしました。180g のプレーンハンバーグ、オニオンソースになってますね。はい、どうぞ。はい、すみません、お待たせしました。250g のハンバーグローストビーフありがとうございます。はい、どうぞ。ネギを。OK。いらっしゃいませ。この2つ見る見てない。もうだからもう2巡目だったからあれなんだよ。はい、ありがとうございます。ガーさんもちょこちょこコール出られるんですね。あ、ガンガン入りますよ。バッシングシート。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。
予約制も取れなくて、はい、4人たちはそんなにこの予約ないんで、そこまで、はい、はい、広くはい、はい、はい、すみません、お待ちしてます。オムを3つください。で、ちょいが2。あとデミオも。3杯ぐらいですか。状態で茶いらっしゃい。ハンバーグちょうど真ん中から割っていただいて。ありがとうございます。入ってます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。お願いします。はい、ありがとうございます。卵取ります。おお、危ない。こちらでどうぞ。C34あれ置いとかな。で、生にお願いします。いただきます。チーズが置いてください。チーズが置いてください。行ってください。
ちがタンすか。どっちがタンすか。どうぞ。いらっしゃいませ。